皆さんこんにちは。こんにちは。今何をやっているかというと、ホイールの完成モーメントを算出しようとしています。完成モーメントとは、回転バージョンの質量みたいなものです。今回、ハブベアリングの抵抗を測定してみようと思ってるので、その準備です。物を揺らして完成モーメントを算出するってのは、教科書にも載っているようなことですが、具体的な手法はネットで見た先人の方法をそのまま使ってます。さて、この動画は自転車の走行抵抗を解説していく動画の一つ、ハブベアリング編です。もうほとんど物理じゃなくて工学なのよ。今回は解説というか実験と考察って感じになっています。とりあえず今日のお品書きはこんな感じ。最近動画が長すぎるので、今回はテーマを絞ってコンパクトにお届けします。本当にコンパクトかな。さて、いつものグラフ。このグラフは自転車の走行中にかかる抵抗を種類ごとに色分けしたものです。上から途半抵抗、空気抵抗、転がり抵抗、駆動系ロスという感じに重なっています。でも実はこのグラフ内に今回のテーマのハブベアリングの抵抗は含まれていません。なぜなら普通はグラフに記載する必要がないほど小さい抵抗って認識だからです。でも実際に数値で示したデータってほとんどないんですよね。アーシもぼんやり数ワット程度かなってくらいの認識です。数少ない例としてセラミックスピードが公開しているレポートではセラミックベアリングの BD のデータから推定して BD とハブ合計で 1.05 から 5.93W と見積もっています。ハブだけなら 0.8 から 4.8W ってところですね。この幅は潤滑剤の差です。もともとそういうテーマのレポートなので。このレポートはちゃんとしてますが、ハブの推定はおまけ程度なので結構どんぶり勘定ですし、条件が不明瞭です。それにセラミックベアリング限定というのもちょっと困ります。ちゃんとした根拠がないのに小さいだろうからと決めつけて無視するのは良くないですよね。なので今回は理論の勉強のほか、できる範囲でハブの抵抗の測定と推定をしていきます。その前に予備知識としてホイールのベアリング周辺、つまりハブの構造を簡単に見ておきましょう。なるべくシンプルに話を進めたいので、フロントハブの構造です。現代のハブの構造は大きく分けて2種類の系統があると思っていいと思います。一つがカップ&コーン式と呼ばれる調整式のベアリングを使うタイプです。これは以前の動画のために作ったカップ&コーン式の BD の CG だけど、ハブでも大体同じ作りです。ボールが斜めに保持されていることと調整可能なことが主な特徴です。これはシマノやカンパニョーロのような大手メーカーが多用しているので存在感がありますが、数としては少数派です。現在の多数派は規格化されたベアリングを2つセットするタイプです。今回は主にこのタイプについて取り扱っていきます。調整に左右されにくいのは測定する際にも都合が良いですね。少しベアリング自体の構造も見てみましょう。使用されているベアリングは細かく言うと深溝玉軸受けって呼ばれるタイプです。要するに一番普通のタイプのベアリングですね。もう一つ大きな分類を使ってラジアル玉軸受け、ラジアルベアリングなどと呼ばれることの方が多いかもしれません。単にボールベアリングといっても大体このタイプのことになります。このタイプは回転が軽く、軸から直角方向の荷重に強く、なおかつ軸方向の荷重もある程度支えることができます。ちなみにこの右横に書かれているのはアンギュラ玉軸受けといって、カップ&コーンはこのタイプに分類されます。たまに自転車は車体を傾けるからカップ&コーンのようなアンギュラ型の方が適しているという意見も聞きます。でもこれどちらかというと逆です。むしろコーナリング中にバンクするので車体基準で見たら横方向の力は強く受けません。なので自転車よりはるかに大きいコーナリングフォースを受けるオートバイもハブベアリングは深溝玉軸受けです。
むしろ姿勢を変えずに横 G を受けなくちゃいけない四輪車にこそカップ&コーンのようなアンギュラベアリングが必要で、実際そうなっています。別にカップ&コーンには他にメリットあるので悪く言っているわけではないですからね。ただ深溝玉軸受けが妥協で選ばれているわけではなく、機能的に適しているため選択されているということが言いたいだけです。ちょっと脱線しました。多くの場合、深溝玉軸受けは内部のボールを保護するカバーがついています。これも後でちょっと重要なので説明しますね。この保護方式は3種類あります。1つ目が産業界全体では最もよく使われるシールド型。こんな感じの全体が銀色のやつですね。このシールドは外側の輪っか、外輪に保持されていて他の部品には触れていません。これが外からのゴミの侵入を防ぐと同時に、中のグリスが外に流れ出すのを防ぎます。ただ内側の輪っか、内輪との間に隙間があるので、水分や細かい粉っぽいものは素通りです。なので、屋外で使う機会にはあまり使われません。次に非接触シール型、先ほどのシールドがゴムになったものです。ゴムといっても、だいたい内側に補強の金属板もあります。さっきのシールド型より少し防塵性が高く、多少粉っぽい環境でも使えます。でも水にはやっぱり無力です。最後に接触シール型。これは外観では非接触シール型とほとんど同じですが、内輪との隙間がありません。これは水しぶき程度には耐えるので屋外でも使用しやすいです。ただ、回転時には内輪とシールが擦れ続けるので、抵抗になってしまいます。ハブベアリングには基本的にはこの接触シール型の防御力が必要です。ただ、抵抗の増加を嫌い、片面を接触シール型にし、ハブの内側は非接触シール型やノーガードの開放型にするなどの工夫がされていることが多いです。余談ですがシール型を英語で言うとシールドベアリング、シールド型を英語で言うとシールデッドベアリングです。紛らわしいですね。さて、いつもならここから理論の章みたいになるんだけど、今回は先に空転時の抵抗を測定してみましょう。荷重なしの抵抗なんて意味ないと思うかもしれませんが、ちゃんと考えがあるから安心してくださいね。それで冒頭のこれになるわけね。冒頭でも言った通り、これは慣性モーメントの算出作業です。慣性モーメントとは、質量の分布具合から、その物体の回転しにくさを表す量です。回転しにくさといっても、これから知りたい抵抗とは違って、回転運動の計算では質量の回転バージョンみたいに扱います。直線運動における力、速度、質量が回転運動におけるトルク、回転速度、そして慣性モーメントに相当します。これらは計算上の利便性で分けてるだけで、本質的には直線運動も回転運動も同じです。今算出しようとしているのは質量の回転バージョンの慣性モーメント。最終的に知りたいのは抵抗力の回転バージョン、摩擦トルクです。抵抗力に速度をかけてパワーロスを算出できたように、摩擦トルクに回転速度をかけてパワーロスが算出できます。今回の被験体は DT スイスの G1800 のフロントホイールです。普及価格帯のグラベルホイールですが、このホイールを使う理由はいくつかあります。まず深溝玉軸受けが使用されているホイールであること、もう新品とは言えないけど、割と状態が良いこと。と言っても半年くらい使ってるし、多少オフロードも走ってるわね。また、グラベル用ホイールなので多少重いですが、むしろ測定には好都合です。黒板に映っていますが、慣性モーメントは 0.143 と出ました。単位が見慣れないかもしれませんが、そういうものだと思ってください。こっから車体にセットして、空転させて速度変化を記録していきます。高級なものじゃないし、新品でもないけど手回しで5分くらい回るから、悪い状態ではないでしょう。念のため言っておきますが、ブレーキはこすっていませんよ。どうやってこれの速度を測っているかというと、
映像からフレーム数と回転数をカウントする人力です。パワープレイ。めちゃくちゃ大変でした。そんで測定結果はこちら。回転速度は緩やかな曲線で低下していきますね。この線の傾き具合と完成モーメントから摩擦トルクを算出できます。細かい考察は後半に改めてやるのですが、一旦基準となる数値が欲しいので 30rpm 付近の傾きから摩擦トルクを算出します。やり方は傾きの数値に完成モーメントをかけるだけなのですが、回転数を rpm からラジアン毎秒って単位に直さないといけないので、慣れてない人にはちょっと面倒です。また摩擦トルクはニュートンミリメーターって単位が使われることが多いようなので、それに従います。この前輪の空転時に 3.3 ニュートンミリメーターって大きさをなんとなく覚えておいてください。ちなみに案内にないけど、このまま時速 30km 相当の回転数にすると消費パワーは 0.08W です。さて実測の話は一旦置いといて、ここからは摩擦トルクの算出式にどんなものがあるか見ていきましょう。いつも思うのですが、ボールベアリングは数百円で売っているとは思えないほど精巧で複雑です。なので回転中に起きている現象も複雑です。おそらく計算で完璧に摩擦トルクを求めることは不可能でしょう。ですが、簡単なものから難しいものまでいろいろな算出方法が提案されています。まずは簡単なものから。 M は摩擦トルク、さっきは 3.3 ニュートンミリメーターって出たやつですね。荷重と直径に比例する。これはパルムグレンモデル。 ISO や JIS でも発熱の計算に使われる由緒正しいモデルです。回転数とグリスの要素が追加されたかしら。これはベアリング最大手の SKF のモデルの一部。まだまだ式が続くんだけど、ここら辺まで来ると手計算はお手上げですね。それ用のオンラインツールがあるので、それに計算してもらえます。各モデルを見て抵抗が大きくなる要素を並べると、荷重、回転速度、グリスの粘度、シールの有無、直径の大きさなどです。では各モデルで G1800 のフロントホイールの抵抗を計算してみましょう。こっちの列は実際の走行時を想定した計算。こっちの列はさっきの空転時に合わせた計算です。なんかめちゃくちゃね。各計算結果も実測も全然合いません。シールを考慮できるのが SKF モデルだけで、それも実際の片面接触とは異なる両面接触しか選べないとか問題もあるけど、そういう次元のずれ方じゃないです。これはおそらくですが、条件が極端すぎるせいかと思います。今回のベアリング SKF のデータですと、最大回転数 14000rpm、 最大許容荷重1つあたり 250kg です。上限ギリギリで使うことはほとんどないけど、にしても今回の条件は低すぎて式の想定外なんではないでしょうか。実際 1000rpm に 200kg で設定すると3モデルとも 3.3 から 4.4W の間に収まりました。とはいえめちゃでかく出てる SKF のシール型でも 1.2W で総出力から見ればかなり小さい。空転の実測データをベースに荷重と回転数の比率から実走行時の雑な予測をしても 1.5W くらい。これは最悪に近い予測で、あとは後輪もあるからそれぞれ倍ちょっとになるけど、それでも取るに足らないから気にしないでよし。では雑すぎますね。本当に 3W くらいになるなら気にする人は気にするでしょう。仕方がないのでもうちょっと深掘りしましょう。SKF モデルは難しすぎるので、パルムグレンモデルをベースに考えます。これが全然合わない理由はいくつか考えられて、まずシール抵抗など荷重も速度も関係ない抵抗が全く考慮されていないのが最大の問題でしょう。あといろんなパラメータも適当です。問題だらけですが、荷重に比例する成分と速度の3分の2乗に比例する成分があるってのは信じていいと思います。
パルムグレンモデルに荷重にも速度にも依存しない成分を追加して、実測データに合わせて係数を修正すればいい感じの予測式が作れるかもしれないのでやってみましょう。ここでさっきの実測データが再登場です。さっきはここら辺だけの摩擦トルクを算出したけど、今度は全域を摩擦トルクに変換します。横軸は回転速度にしておきましょうね。一見すると直線にも見えますが、なんかしなってます。これは速度の2乗に比例する成分、空気抵抗も混じっていますね。それ込みで式を予測するとこんな感じの線になる。割と一致します。仮説が違うとこの時点で全く合わないことが多いからいい感じです。各成分が分かりやすいように色分けしましょう。黄色い部分は速度の2乗に比例するトルク、空気抵抗です。これ、ベアリング関係ないから後で除外ですね。赤い部分は速度の3分の2乗に比例するグリスの流体抵抗によるトルクです。かなり小さいですが、簡単な式じゃ存在すらしない成分だからそんなもんじゃないんですか？知らんけど。で、青い部分なのですが、ここに荷重に比例する成分と、それらに依存しない固定値になる成分が含まれます。これは現時点では分離不可能です。固定値にはシール抵抗の他に、ベアリングに最初からかかっている荷重、プリロード分が含まれているかもしれませんね。それらはまあいいんですが、荷重に比例する成分は分離したいので、荷重を変えた測定を行います。荷重を大きくするのはなかなか難しいので、タイヤとチューブとディスクローターも外してなるべく軽量化しました。大きい荷重で測定できるならそもそも予測する必要がないわね。完成モーメントも測定し直しです。同様にトルクに変換して近似線を引きます。近似線の妥当性はさておき、トルクが低下しているのは確実でしょう。これ 0.74kg 軽量化して式の C に当たる部分が 0.54Nm 減ったから 1kg あたり 0.73Nm、1ニュートンあたりなら 0.074Nm の摩擦トルクが変化することになります。測定方法のせいで精度は怪しいけど、だいたいそんな感じってことで、これで式が完成するから、いつもみたいに横軸に走行速度、縦軸に消費パワーのグラフにしてみよう。じゃじゃん。何度も言うけど、フロントホイールだけってのに注意してください。時速 30km で 0.68W、全後輪なら 1.5W くらいでしょうか。なかなか妥当感のある結果じゃないでしょうか。測定精度を考えるとプラマイ 50% くらいの誤差は普通にあると思います。もしかしたらもっとあるかも。でも、あくまでこのモデルのこの個体はって話なのであまり細かいことを気にしてもしょうがないですね。何にせよ、全体グラフに書き込む必要はないかなと思います。後輪含めて2倍ちょっとになっても、グラフの線の方が太いくらいだわ。ちなみに今回の結果を簡単な式に当てはめて摩擦係数を逆算すると 0.0032 になります。これは荷重に比例する成分のみの話なので、シール抵抗等は関係ありません。一般に深溝玉軸受けの摩擦係数は 0.001 から 0.0015 と言われていて、この表の計算は 0.0013 でやってるんだけど、それより2から3倍くらい大きいことになります。これが実際にそうなのか、測定精度が悪くてそう見えるだけなのか、実際そうだとしても構造上の問題なのか、使用に伴い摩耗してるせいなのか、何もわかりません。わからんことだらけですが、個人が片手間で調べるのはここら辺が限界ですね。最後におまけでシールを外した時の抵抗変化を見てみましょう。このハブのベアリングは外側は接触、内側は非接触のシール型です。分解したくないので内側は外しませんが、外側を外すだけでもシール抵抗が大幅に低下するはずです。では結果をドン。青の線がノーマル、赤の線がシール除去です。これ、意外だったんだけど、シールの有無でほとんど差が出なかったんですよね。一般的なベアリングを扱う人はそんなはずないと思うかもしれません。
アーシュもデータ間違えたかなと思ってもう一回やっちゃいましたよ。一応若干の抵抗軽減があるようにも見えますが、測定精度を考えるとこの微妙な差を論じるのははばかられます。もちろんこれには秘密があります。ここにあるのは廃棄予定のベアリングで、どちらも接触シール式とされています。右はどこでも買える NTN のものです。もう一つは DT スイスのハブに最初からついていたものです。2つのサイズはちょっと違いますけどね。シールの内輪に接触して擦れる部分を観察すると構造の違いに気がつきます。 NTN は接触部が二股に分かれていますが DT スイス純正のものは分かれていません。ここは二股に分かれているのが普通で、アーシュの把握している範囲では普通に入手できるベアリングの接触シールはみんなこうなっています。実際ベアリング本体にセットすると NTN のものはがっちり密閉してるなって感じで明らかな抵抗を感じますが DT スイス純正のものは目を閉じたらわからないかもしれません。 DT スイスの日本向けハブには基本的に IJK 井上軸受工業のベアリングがついてくるようで、これもそうです。このシールが IJK の標準的な仕様なのか DT スイスに下ろすための特別な仕様なのかは知りません。よくベアリングを純正の保守部品じゃなくて同じ規格のものを別のところから買えば同じものが半値で手に入るとか言います。でも規格上の分類が同じでも本当に同じものかどうかはよく考える必要がありますね。ちなみに冒頭でご紹介したセラミックスピードのレポートでも軽接触のシールは外してもほとんど変わらんって結果になっています。ただシール抵抗が大したことないってことになると別の疑問が湧いてきますね。この 0.76 グラフで言うとここら辺だけどこれは何なのって話。これは多分ベアリングのプリロードのせいかと思います。ここら辺の事情はハブの構造により異なるのですが DT スイスのハブの場合ハブ単体ではベアリングの内輪が外側に押されるように作られています。この状態からクイックないしスルーアクスルで圧を加えることによりいい感じにキャンセルする仕組みです。でもプリロードがどれくらいかかっているのか分かりませんしクイックなどでカッツできる量も個々のケースによるので完全にキャンセルするのは現実的じゃないですよね。残留したプリロードが回転の抵抗になるはずです。ほんのりプリロードが残っているのは剛性の向上になるので別に悪くはないと思います。ちなみに今回の測定ではスルーアクスルの締める角度を統一してなるべく条件がぶれないようにしていました。さて結局長くなってしまったのですが今日はこの辺りで終わりです。コンパクトとは今回の推定値の評価は皆さんにお任せします。あとやってないテーマはドライブトレイン関係ですね。これもちょっと時間かかるかもしれません。つなぎにいい感じの動画も出せればいいんだけどなかなか難しいですね。気長に待ってもらえると助かります。それではこの辺りでこの動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録と高評価をしてもらえると嬉しいです。コメントや X フォローもよろしくね。それじゃバイバイ。バイバイ。